ブルース、現代音楽最強の OS、3 コードで嘆きを笑いに変える。全音楽の源流。じゃん、じゃん、じゃん、全さん。今ピアノで3コードの練習をしてるんですけど、理論の本には基本って書いてあるけど、ド、ファ、その3つだけって、さすがに単純すぎません？これじゃ童謡くらいしか作れない気がするんですけど。ガク君、その単純な3つが現代音楽の9割を支配しているとしたら9割？言い過ぎじゃありません？いえ、ブルースという音楽システムの話です。ロックもジャズも R&B もヒップホップも元をたどれば全てこのたった3つのコードと12小節のループから生まれました。ブルースとは100年以上前に開発され、今なおアップデートされ続ける最強の OS なんです。今日はなぜこのシンプルな構造が世界を征服できたのか、その構造解析を行いましょう。まずブルースの基本構造、12小節の進行を見てみましょう。第1コードトニックで始まり、第4コードサブドミナントで少し展開し、第5コードドミナントで緊張を高めてまた1に戻る。たったこれだけのループです。やっぱり単純ですね。飽きちゃいそう。単純だからこそ上に何を乗せても壊れないんです。家で言えば頑丈な基礎と柱だけがある状態です。壁紙を張ろうが家具を置こうが増築しようが土台が揺らがない、この拡張性の高さこそが OS として優秀だった理由です。さらに歌詞の構造にも AAB 形式という黄金パターンがあります。1行目、状況を説明する。朝起きたら彼女がいなくなってた。2行目、もう一度繰り返して強調する。そうさ、朝起きたらもぬけの殻だったんだ。3行目、オチをつける。俺の財布と車の鍵と一緒にね。うわ、悲惨。でもなんか笑えるというか、物語が入ってきやすいですね。愚痴をエンターテインメントに昇華する。これがブルースの発明です。この産業構成は現在のお笑いの振り、オチと同じ構造なんですよ。しかし西洋音楽にはないバブのような音がブルースには含まれています。ブルーの音です。ミとシトラの音が半音より少しだけ低い微妙な音程になるんです。ピアノの鍵盤で言うと発鍵と黒鍵の隙間にある音です。鍵盤の隙間？そんな音出せないじゃないですか。はい、だからギタリストは弦を持ち上げてチョーキング、その音を作ります。もともとアフリカから連れてこられた黒人たちの音階には西洋のドレミとは違うピッチがありました。彼らが西洋の楽器を与えられた時、自分たちの感覚に合わせるために無理やり音を歪ませて隙間の音を出そうとした。それがブルーの音の正体です。文化の衝突が生んだ歪みだったんですね。物理的にはメジャーコード明るい響きの上でマイナー暗い響きのメロディを歌うことになります。明るいのに暗い、嬉しいのに悲しい、この感情の矛盾が人の心を強く揺さぶるんですね。この隙間の音を出すために発明された画期的な道具があります。ボトルネックです。貧しいブルースマンたちは道端に落ちている酒瓶の首を切り取って左手の指にはめました。それを弦の上で滑らせることでフレット、音階の区切りを無視した滑らかな音程を出したんです。キリンって鳴いてるような音ですね。さらにブルースハープ、ハーモニカにも物理的な裏技があります。クロスハープ奏法です。ハーモニカは本来吹いて音を出す楽器ですが、彼らは強く吸うことで音を下げました。金属のリードを無理やりねじ曲げるように振動させ、悲鳴のようなブルーの音を生み出したんです。安い楽器で人間の魂の叫びを再現するための物理ハックだったんですね。このブルースを語る上で避けて通れない伝説の男がいます。ロバート・ジョンソン。彼はある日突然ギターが上手くなったと言われています。真夜中の十字路、クロスロードで悪魔に魂を売り、引き換えにテクニックを手に入れたと。漫画みたいな設定だ。宙に両心をくすぐりますね。実際彼の演奏は当時の常識を超えていました。低音のリズム、中音のコード、高音のメロディをたった一人で同時に弾いていたんです。レコードを聴いたキース・リチャーズがもう一人はどこにいるんだと探したほどです。一人バンド状態だったのか。そりゃ悪魔とも契約したくなりますね。そして1950年代、このブルース OS に革命的なアップデートが入ります。電気、エレクトリックの導入です。シカゴに移り住んだマデイ・ウォーターズたちがアコースティックギターをアンプにつなぎました。騒がしい都会のバーで演奏するには大音量が必要だったからです。これがロックンロールの原点です。チャック・ベリーが行ったのは
ブルースのコード進行を倍速で演奏し、歌詞の内容を苦しい生活から楽しい学校生活や車に変えただけなんです。中身はブルースのまま、側だけ若者向けに変えたってことですか？その通り、 OS は同じでもアプリを変えるだけで世界中の若者が熱狂したんです。さらにこの OS は海を渡り、イギリスで突然変異を起こします。ビートルズ、ローリング、ストーンズ、エリック、クラプトン、レッド、セッテリン、彼らは全員アメリカから輸入されたブルースのレコードを聴いて育ったブルースオタクでした。彼らはブルースをより大音量でより歪ませてハードロックへと進化させました。セッテリンなんて古いブルースの歌詞やリフをそのまま引用してますからね。パクリ、いや、リスペクトが過ぎる。でも彼らがブルースを再解釈して世界に広めたおかげで、忘れ去られようとしていた黒人のブルースマンたちに再び光が当たることになったんです。音楽の貿易摩擦と恩返しですね。この時 B、キングなどの巨匠も再評価されました。彼はスクイーズと呼ばれる弦を持ち上げたまま揺らす独特のビブラートを発明しました。顔をしかめながら一音を永遠に伸ばすあの姿、魂の叫びそのものです。ジャズもまたブルースの子供です。ジャズの即興はブルース進行を細分化し、複雑なコードを乗せたものです。ブルースが Windows95 ならジャズはスパコンのようなものです。処理能力が違うだけで根幹のアーキテクチャは同じなんですね。コール&レスポンス、呼びかけと応答という機能も重要です。ブルースでは歌、コールの後にギターがフレーズ、レスポンスを返します。B、キングは言いました。俺が歌ってない時はギターが歌ってるんだと。楽器と会話してるんだ。この構造があるからこそブルースは世界共通言語、パスポートになれたんです。言葉が通じなくても3つのコードさえ知っていれば世界中の誰とでもセッションできます。最強のコミュニケーションツールですね。現代のヒップホップもこの構造を受け継いでいます。サンプリングで過去の音源をループさせ、その上で自分の物語を語るストーリーテリング。形は変わってもブルースの魂は脈々と生き続けているんです。実は日本人の心にもブルースは深く刻まれています。日本の民謡や演歌に使われるヨナ抜き音階はブルースの音階と非常に親和性が高いんです。どちらもペンタトニック5音階がベースですからね。有歌団というバンドを知っていますか？彼らは大阪の下町でアメリカのブルースを完璧に日本語に翻訳しました。お掃除おばちゃんのような生活感あふれる歌詞はまさにブルースそのものです。ボーカルの木村敦樹さんの声は天使のダミ声と呼ばれています。あのしゃがれた声で歌われたらもう笑うしかないのに泣けてくる。日本のサッチもルイ・アームストロングですね。今日はブルースという偉大な OS について解説しました。たった3つのコードがこれほど世界を変えたとは驚きです。シンプルだからこそ普遍的で誰の心にも入っていけるんです。辛いことがあったらその愚痴を自由に小説に載せてみてください。それだけで立派な音楽になりますから。今日のおやつが売り切れてたじゃじゃーんって感じですか？才能ありますね、ガク君。それがブルースです。使い古されたブルースにはヴィンテージでニムのような深い味わいがあります。皆さんはブルースやその影響を受けた音楽で好きな曲はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。